決戦関ヶ原。どうする家康に学ぶ日本史。家康はなぜ勝てたのか。関ヶ原の合戦が日本の歴史を大きく転換させた文字通り決戦であったことは間違いない。この関ヶ原の戦いは最新の研究では必ずしも東軍の徳川家康が有利ではなく、むしろ西軍の石田三成が当初は有利であったとされている。それでは家康はなぜこの日本の進路を決した世紀の決戦を勝利することができたのだろうか。詳しく見ていこう。豊臣秀吉は成挙に際して五大老五奉行に事後を託したが、徳川家康の所領は250万石以上に達しており、他の大名たちを圧倒していた。そのために秀吉は家康の力を封じるために家康包囲網ともいえる五大老五奉行の制度を導入したのである。しかし秀吉の死後、家康は天下は強者の持ち回りという慣例に従い、秀吉が検視していた加藤清正や福島正則との私婚を勝手に行った。このため他の四大老と五奉行は家康を問責したため、さらに家康との対立が深まった。秀吉逝去の翌年に前田利家が亡くなると、加藤清正や福島正則ら七将が三成襲撃を計画する。家康が中に入って騒動は鎮圧されたが、三成は奉行職を解任されて沢山城へ筆足した。当時の三成は19万4千石の沢山城主に過ぎず、官位は次五位次武将で、小二内大臣の家康と比べるべくもなかった。そのために沢山城に蟄居した三成は大谷義継や毛利氏の重臣安国寺絵慶を呼び寄せて防御を行った。三成には私心がなく、あくまでも豊臣家のためだと説いたため、五大老の一人で備前56万石の浮田秀家が味方となった。続いて三成は安国寺絵慶と協力して西軍の総大将に毛利輝元を担ぎ出すことに成功するのである。さらに三成は上杉氏の重臣直江兼続を味方にすることで、上杉景勝を西軍に引き込むことにも成功している。12万石の毛利輝元が西軍の総大将となり、12万石の上杉景勝が加わったことにより、状況を見ていた大名たちが西軍に加わった。1600年慶長5年7月、徳川家康が上杉討伐のために出陣すると、直ちに三成は行動を開始する。三成は奉行衆と協力して秀頼の名のもとに家康討伐の号令をかける。このために上杉討伐に向かっていた家康は官軍の将から突然に賊軍の将へと転落する。家康に従っていた武将たちは豊臣恩顧の者が多く、いつ寝返るかわからない状態になったのである。そして大阪城には総大将の毛利輝元をはじめ続々と武将たちが詰めかけ、俄然西軍が有利となった。三成は当初岐阜城付近を防衛ラインにして東軍と対峙して長期戦に持ち込む計画を立てている。
ところが岐阜城主のかつての三法師織田秀信があっさりと東軍に降伏したため、防衛ラインを大垣城まで後退させる。自ら三成は大垣城に入って豊臣秀頼と毛利輝元の到着を待つ予定であった。つまり官軍である西軍が防衛ラインで賊軍の東軍を突き止めて戦いが長期化すれば、西軍が圧倒的に有利となっていく。そこに豊臣秀頼と毛利輝元が出陣してくれば鬼に金棒である。籠城戦が苦手な家康は何とか西軍を得意な野戦に持ち込んで早期に決着をつけたかった。合戦前日の9月14日夜、突如として大雨で大垣城が浸水する危険が生じた。そのために三成は余儀なく関ヶ原での野戦を強いられることになったのである。夜中に西軍が関ヶ原に陣を張ったことを知った家康は北総へ見、直ちに関ヶ原へ陣を進めた。関ヶ原の合戦は予想に反してわずか6時間余りで東軍の勝利で終わった。西軍の敗因としては、総帥毛利輝元が吉川広家に説得されて大阪城を離れなかったことが大きい。また小早川秀秋が途中で寝返ったことが致命傷となったことは間違いない。あっけない結果であったために、当初から東軍が圧倒的に有利だったと我々は考えがちだ。だが関ヶ原の合戦は天候のわずかな変化が勝敗を決したのである。関ヶ原の合戦の敗走中、三成はある寺で住職に何を所望するかと尋ねられ、家康の首と答えたという逸話は有名である。石田三成は再起のために逃亡していたが、やがて捕獲され、小西行長や安国寺絵慶とともに斬首された。三成の凄まじいまでの執念だが、このため江戸時代に石田三成の縁者はことごとく処罰された。さらに三成の居城であった佐和山城は石垣に至るまでことごとく粉砕されたために跡形もなくなった。また三成の出身地である近江では三成に関する話をすることを固く禁じられたという。逆に言えば、それほど家康は石田三成という男を恐れたのである。まさに関ヶ原の合戦は家康にとっては最後までどちらに転ぶかわからない薄氷を踏む思いの戦いだったのである。歴史は我々が考える以上に天候などのわずかな変化がその未来を大きく変動させるのである。